はい、どうも、てれんです。本日なんですけども、ここに油がありますね。そうですね。油が飲みたい。ということで、卓上ビーフレアカツバディ。いや、正直ね、3年ぐらい前ですかね、1回やったことはあったんですよ、ビーフレアカツ。ただ、あの時よりも、僕もね、少なからず料理させてもらってるので、ちょっとはもう少し美味しいものを作れるようになったかな、ということで、改めてっていう感じですね。で、今回の動画はですね、なんというか、リモートコラボって言ったらいいんですかね。なんと言いますか、この LINE 上のやりとりと言いますか。なんかそういった感じでの、竹焼翔さんとのコラボでございます。とは言っても僕はいつも通りの平常運転なんですけど、竹焼さんの方で、僕の朝から晩まで、今回のこの撮影まで、ここまでの僕の一日の食生活を竹焼さんにお送りするっていう、そういった内容の動画を、翔さんの方で動画にしていただいているので、実は今まで一度も僕が動画にしていない、一日の食生活、それが、見られると思いますので、その竹焼さんのね、チャンネルと動画は概要欄にバシッと記載しておきますので、ぜひご覧ください。ということで、早速、本日も作っていきましょう。シャータ作っていきましょうか。本日なんですけども、ビフカツということで、メインとなるお肉がまだ届いてないんですよね。明日届くので、その前に、ソース関係とか、そういったものを先に仕込んでおきたいと思います。で、一応今回の味付けというか、ソースというか、そういったものは、まず一つ目、お塩とわさび。ちょっといいところのお店で食べるビフカツのイメージ。んで、二つ目、とんかつソース&からし。ビフカツの定食屋さんで食べるビフカツのイメージ。んで、三つ目、デミグラスソース。ちょっといいところのフレンチのお店でいただくビフカツのイメージ。今回はこちらの3つでいこうと思います。で、お塩とわさびは特に仕込むこともないし、とんかつソースとからしも特に仕込むことはないんですけど、デミグラスソースは作りたいということで、今回はデミグラスソース作りから始まります。1年以上ぶりですね。今月の僕のガス代はとんでもなく高いでしょう。でもいいの、美味しけりゃ。それでは早速本日も張り切って参りましょう。で、早速で大変申し訳ないんですけども、過去に2回くらいかな、デミグラスソース作ったことありましたけど、今回初めてデミグラスソース見るような方も多分ね、一定数いらっしゃると思うので、もう一度軽く脳書きをさせてください。で、今一度今回のデミグラスソースの作り方、もうちょっとしっかりと復習してきました。で、前提として、今のデミグラスソースって、ブラウンルーって言われるものとフォンドボーなんかを使ったりして、結構簡単に作れたりもするんですけど、フォンドボーの段階でも簡単ではないんですけどね。なんですけど、僕がこれから作るのは、すごくクラシックな作り方です。昔ながらのデミグラスソース。このデミグラスソース、フレンチにおける料理本というか、料理の手引きといいますか。そういった偉大な本に、ギット・キルネールってものがありまして、一応これを書いたのが、オーギュスト・エスコフィエっていう方みたい。間違いなく僕は明日にはもうこの方の名前を忘れてるでしょうね。オーギュスト・エスコフィエさん。で、書かれたのは1903年なので、もう100年以上前のレシピです。今からそちらを作っていきます。で、このギュットキルネール式だと、茶色い本にブラウンルーを加えてとろみをつけて、この本っていうのが日本語でいうところのお出汁みたいなもんです。で、そこに塩漬けの豚バラ肉とか香味野菜とかトマトとかそういった風味を加えてソースエスパニョールをまず作って、この出来上がったソースエスパニョールをベースに牛肉とか鶏とかワインとかそういった風味を加えて、それを煮詰めて怒濃にしたものがソースドゥミグラスです。ドゥミっていうのが半分、グラスが煮詰めるでソースドゥミグラス。日本ではね、デミグラスって言ったりしますけど。で、大体こんな感じなんですけど、今回も辻調理師学校さんのブログ記事、そちらを参考にさせてもらっております。そちらの記事は概要欄にね、バシッと記載しておりますので、気になる方はご覧ください。で、こちらのギットキルネール式ですと、ソースドゥミグラスが出来上がるまでに、だいたい3日から4日ほどかかりますので、僕と同じく沼にはまりたい方は、ぜひ一度お試しください。それでは、まずはソースエスパニョール、こちらから作ってまいりますので、そちらの材料たちをせーの。こちらから玉ねぎ、セロリ、人参、鶏ガラ、牛すじ。で、今回の分量が、こちらから2分の1個1本分、2分の1本分、1話から2話分 1.5 キロ。で、辻長さんのブログだと、これの倍量で書いてあります。もうちょっといっぱいできる感じですね。でも今回僕はそんなにいっぱい多分いらないかなと思うので、デミグラス。それの2分の1量です。でもここに3つ並んでるのは、ここで1日目。1日目これらを使って煮出してこしたものに、2日目また同じものを加えて煮出してこして、で、3日目また同じものを加えて煮出してこしたものがソースエスパニョールです。楽しくなってきましたね。で、これらの材料とはまた別に、こちらのソースエスパニョール、あともうちょっと加えるものがございます。そちらが、せーの。
ちらから赤ワイン、トマトペースト、トマトピューレ、バター、ふるった強力粉、ブーケガルニ。ブーケガルニ。ブーケガルニ。どっからと思ってもブーケガルニですね。君のように勘のいいかけは嫌いだよ。はい、すいません。買い忘れました。ブーケガルニはまた明日加えます。で、一応今回の分量が、こちらから 400ml、80g、80g、100g、100g、1束。で、一応こちらのバターと強力粉がブラウンルーになるんですけど、グラタンなんかを作るときに使うベシャメルソースとか、こういったものを作るときに大体同じぐらいの重量と覚えてもらっとっていいかなと思います。では先にワインはもう測っときますか。ちなみに今回のがシャトー・モンデジールってやつですね。初めて飲む。あ、優しいね。一応フルボディでタンニンなんかも感じますけど、すごーく優しい。マラソンの給水場にあっても飲めそう。残りは僕の晩酌用。では初日のこちらの材料のうち、まずはお野菜のカットから。じゃあまず玉ねぎ。玉ねぎの芯とは反対側の方から薄くスライス。芯を最後に残してあげるとこの状態でもバラバラにならないのですごく切りやすい。セロリは下だけ外して繊維を断ち切る方向で適当にザクザクっと。こっちの先っぽも同様。ラストヌンズン、こちらも適当にスライス。で続いてお肉。本当はオーブンなんかを使ってじっくりじっくりと焼いていくんですけど、まあなかなかオーブンがあるご家庭も少ないということで、はい、魚焼きグリルでいってらっしゃい。はい、お帰りなさい。いい感じにこんがりですね。はい、続いて牛すじも。はい、いってらっしゃい。はい、お帰りなさい。わあ、うまそう。まあ、硬くて食べられたもんじゃないですけどね、牛すじなんで。じゃあ、わりかし大きめのお鍋をご用意していただいて、はい、分量外のオリーブオイル。で、火にかけて、はい、お野菜ドン。じゃあ、お野菜がしんなりしてきたところで、トマトピューレ、トマトペースト。一度こちらをしっかりと焼いて、トマトの酸っぱい香りが飛んで甘い香りに変わってきたところで、はい、赤ワイン。じゃあここで軽く煮詰めて、よし、じゃあワインのアルコール臭も飛んで、赤ワイン煮込みのいい香りに変わってきましたので、ここで鶏ガラと、はい、牛すじ。あとはここにお水。で、この後結構長い時間煮込みますので、で、なおかつその途中でアクなんかも取りたいので、だいぶたっぷりめのお水。こんだけ入っても多分途中で1回か2回お水を加えると思いますんでね。じゃあここで火力をマックスにして、一度こちらを沸騰させます。でもうちょっと強火にかけながら余分な油なんかも取りつつ、このエキメという作業を終わらせて、あらかた終わったら火加減を落として、大体このくらいの火加減。毎度恒例終わりかけのバブ。この火加減で、8時間でございます。じゃあこの時間を使いまして、今回使っていくブラウンルー、こちらを仕込んでいきます。使用するのはまだ出てきていないバターとふるった強力粉、それからフライパンと濡れ布巾で、僕前まで1時間ぐらいかけてゆっくりゆっくり作ってたんですけど、あれから1年以上も経ちまして、結構皆さん10分間とかなんかそのくらいで作られてるんだなーっていうのが分かってきて、もうちょっとスピーディーにいってみようかなと思います。じゃあまずフライパンにバターをドンで火にかけて、まずはバターをしっかりと溶かして、じゃあここで強力粉を一気にバッよーっとなじませて、これちょっとバターが少なくて重たかったので少しバター追加。今度は緩くなりすぎた。まあいいや。
まず最初はちょっと優しめの中火くらいでまず炒めて、でまだ茶色く色づいてこないので、もうちょっと弱めの中火で多分 OK。 今だいたい強力粉を入れて2分半くらいですね。だんだんと小麦粉も茶色っぽくなってきたので、ここで火加減弱火にして、ここからは慎重に慎重にいきましょう。今のところまだ焦げ臭い香りなしで、ちょっと煙が出てきたなと思ったら、ちょっとぬるびきの上で温度を下げてあげて、はい、今一度ガスの上へ。これが栗色というか綺麗な茶色になるまで。よし、一応これにて完成で、僕前までチョコレート色になるくらいまで一生懸命やってたんですけど、なんかブラウンソースこのくらいの色のものが結構多いような気がしたので、僕もその色に習ってみました。確かにブラウンですもんね。作業時間的には30分ぐらいだったかな。量が多いけんかな。でこの時香りを嗅いでみて、クッキーのような甘い香り、バターの甘い香り、それがすれば成功で、逆に焦げ臭い香りがしたら、それはただ焦げてる小麦粉ですので残念ですけど、もう一回してください。で今この状態でめちゃくちゃ熱いので、しっかりと温度を冷まさないと、この後こちらのスープをここに注いでなじませるってことをするときに、このスープが真っ黒に焦げますので、せっかくこっちが成功してもこっちが焦げちゃう。だからすごく苦いドミグラスソースになりますので、これはしっかりと冷やしてください。というわけで十分に冷めましたので、じゃあここに今回のスープ、ダマにならんごと少しずつ、最初は多分お団子になりますので、ほら、じゃあもう一丁、あれですね、グラタン作るときに牛乳で伸ばすやつですね。重たい。じゃああとはこちらをダーバー。じゃああとはこちらを規定の時間に満たすだけ。あと7時間ですね。じゃああとはこちらをこして、これで1日目の作業終了。ではまた明日お会いいたしましょう。では1日目と同様、野菜をスライスして、じゃあ昨日と同様こちらのお野菜を炒めていくわけですけど、昨日はこちらのオリーブオイル使いましたけど、昨日からずっとやっててこの溜まった油、こちらがもったいないので、こちらをダバーでお野菜加えて、玉ねぎに透明感が出てきたところで、昨日取った分で、昨日と同じく焼いた鶏ガラと牛すじで、初日に本来は加えるはずだったブーケカルビで、お水で、こちらも昨日と同じくアクと余分な油、そちらの液目を行いますので、水かす的にはしっかりとかぶる程度で、無事液目を終えましたら、また終わりかけのバブの湯加減で本日も8時間でございます。ではまた8時間後にお会いいたしましょう。で、昨日と同じくこちらをこしまして、いやあれですね、たった1袋のブーケガルニでも一気に香り変わりましたね。すごく香草のいい香り。これにて2日目の作業終了。でもこうやって見ると1日目と比べると結構色がついてきましたね。じゃあ例のごとく野菜をスライスして、
昨日と同様バットの上の油で火にかけて、再び野菜で十分炒まったところで昨日までの分で牛すじと鶏ガラでたっぷりのお水でまたこの後液見して8時間煮出すっていう作業に入るんですけど、おそらくあと 1,2 回ぐらいお水は加えるとは思うんですけど、一応今回この3日目の煮出しとこしでソースエスパニョールが完成しますので、一応今回こした後の水量がこれ 1.5 リットル分です。なので正確に 1.5 リットルぴったしってのは無理やと思うんですけど、意識しながら煮詰めていきます。それではまた8時間後にお会いいたしましょう。じゃあいつもの慣例行事、だいぶ僕たちの見覚えのあるビーフシチューというかデミグラスソースというか、そういった色合いになってきましたね。なんていうか楽しいね。で一応これでソースエスパニョールっぽいものに仕上がったので、ここからはこのソースエスパニョールをソースドゥミグラスにレベルアップさせる作業に入ります。それではソースドゥミグラスに使う材料たちをせーの。こちらからソースエスパニョール、フォンドボー、赤ワイン、牛ほほ肉、ベーコン、セロリ、人参、玉ねぎ、ニンニク、トマト、トマトペースト、バター、ブーケガルニ。で今回の分量がこちらから 1.5 リットル 500cc、250cc、1キロ 100g、1本、2分の1本、2分の1個、4粒中1から2個、15g、15g、1束。で実際に僕が参考にしているレシピと異なっているところがいくつかありまして、まずこちらはフォンドボライユっていう鶏のお出汁を使ってるんですけど、本来はただ今回なんとなくメイン食材が牛なので、同じ子牛の骨から作られたこちらのフォンドボーを採用している感じです。でこちらも本来は牛バラ肉のブロックを使われてるんですけど、なかなか牛バラブロックってスーパー等でもお見かけしないので、比較的入手しやすい牛ほほ肉で代用してます。でニンニクも本来であればこれ1粒なんですけど、僕はニンニクにくるっとおりますので4倍量になってます。で話は戻りまして、こちらのお肉なんですけど、もし牛バラブロック肉もしくはこういった牛ほほ肉が手に入らない場合でも、多分ね牛すね肉とかなんか煮込み料理に使うようなお肉であれば何でもいいのかななんて僕は思ったりします。できれば牛バラ肉がいいんでしょうけども。じゃあまずそれぞれお野菜だったりこういったものの下準備に参ります。でバットにお塩で胡椒、ここに牛ほほ肉並べて、上からさらに塩胡椒でよーっとすり込んで下味、すべての面にまんべんなく。で今日はなんとなくお肉の全面にうっすらと小麦粉をまとわす作り方で、ただあんまりつけすぎてもデミグラスの粘度がつきすぎちゃうので、あくまでまんべんなくうっすらと。ちなみにこちらデミグラスを作った副産物として牛ほほ肉のビーフシチューが出来上がりますので、その時にこちらの牛ほほ肉の水分を閉じ込めてあげるような役割って言ったらいいのかな。これをつけない方もいらっしゃいますけどね、まあお好みによって。じゃあここで分量外のオリーブオイルで火にかけて、十分ぬくもったところでお肉投入、一緒にベーコンも。これ今表面を焼き固めてます。中まで火を通すというよりかは。無事焼けたら取り出して、今お肉を焼いたこちらの油がまだもったいないので、このフライパンにバターでお野菜たち、玉ねぎに透明感が出てきたところでトマトペースト、こちらを炒め合わせて、
さらにフレッシュトマト、このフレッシュトマトの水分を飛ばすようにちょっと炒めまして、全体的にもったりとしてきたところで、はい、赤ワイン。この赤ワインが3分の1程度になるまでちょっと煮詰めます。煮詰め終わったらこちらを深手の鍋に移しまして、ここにフォンドボーで、ここにソースエスパニョールというか昨日までの分、そしてお肉を加えて、でブーケガルニ、で火にかけて一度こちらを沸かします。沸いてきたらまたこちらのアクはお掃除して、でこの状態で元のレシピではオーブン対応のお鍋で蓋をして、でオーブンで150分、加熱をするんですけど、なかなかこのサイズが入るオーブンはご家庭にはないので、もちろん我が家にもないので、このままコト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 火加減は終わりかけのバブ、そのくらいで、今回ほほ肉が結構大きいので180分焦がさないようにコトコトと。でまだ水分量があるので大丈夫だとは思うんですけど、これ煮詰まってくるとハヤシライスが焦げやすいように、こちらも焦げやすいと思いますんで、しっかりと底を取るようにしながらかき混ぜて、でもし煮詰まりすぎてやばいなっていうタイミングが来ましたら、ちょっとお水を加えて伸ばしたり。ではまた3時間後にお会いしましょう。というわけでちょっとテンションが上がりまして、4時間ほど煮込んでしまいました。その結果ポワポワになりました。ですね、包丁をこういう感じで持ってもこんな感じで切れるほどまでポワポワになりました。で今回いただかないこちらの2つのブロックに関してはご近所さん用かな。もうプルプルですね。では今まで煮込んでいたこちらの鍋の中身をこしまして、牛ほほ肉を取り出した後に、では先ほどまでこちらの牛ほほ肉を煮込んでいたこちらのこしたソース、これを煮込みまして、馴染みのあるデミグラスソースくらいまでとろみをつけまして、じゃああとはお塩と胡椒で味を整えて、これでデミグラスソース完成。でこちらの副産物で手に入れたお宝、ここにデミグラスをブワー。あとはお好みの蒸し野菜と、あとマッシュポテト、これを添えて、コーヒーフレッシュをビヤーっと、あとは彩りのパセリ。これで副産物から出来上がったビーフシチューの完成。それでは長らくお待たせしました。本日のメイン食材の登場です。よいしょ。向かって左側のこちらがサーロインブロック、そしてこちらがイチボっていう部位の、佐賀牛のお肉2種類セットでございます。で今ちょっと真空パックから出したばっかですんで、ちょっと色がくすんでおりますけども、もうちょっと空気に触れてくるとこちらとかもね、もうちょっとこうパーッと赤く発色してくるとは思うんですけど、俗に言う霜降り肉がこちらのサーロインで、こちらのイチボが俗に言う赤身肉になるのかな。ただイチボっていうこちらの部位、ここにお牛さんがオンシャーとして、こちらから肩ロース、リブロース、サーロインっていう風にロース3兄弟がいまして、でお尻の方のお肉、ここがイチボです。だからサーロインの次がイチボですんで、お店によってはこれ裏返すとこちら側の面、皮面っていうんかな、ここにボリッとこう油がついてますんで、ここをつけたまんま出せば霜降り肉というか脂身ドゥルドゥルのお肉としても出せるでしょうし、ここを全部削れば俗に言う上赤身肉、そちらとしても出せるでしょうし、
そしてよく僕の動画でのコメントといいますか、Twitter での DM でですね、そんな大きなお肉のブロックどこで仕入れてるのってご質問いただくんですけど、今回に関しては、おでんさんっていう会社様というか企業様から今回は購入いたしました。今回が初めてなんですけどね。で、今回に関してはこちらのおでんさんの通販サイトといいますか、こちらは貼っておこうかな。もし気になりましたら僕の動画の概要欄、こちらからチェックしていただければなと思います。じゃあまずはイチボからさばいていこうと思うんですけど、ちょっと今回はバスンと切っていこうかなとは思ってます。ただこのイチボをさばくにあたってこっち側、こっちの脂身部分に関してはここはもうグルムキにしていこうかな。もう一個のお肉、サーロイン、あちらは霜降り肉と言いますか、脂身担当、脂の甘さとかそういったものを感じたい担当でサーロインで、こちらのイチボに関しては赤身肉というか、そのお肉のタンパク質の美味しさ的なもの、そこが欲しいなと思って今回こちらを注文しているので、こっちの麺はグルムキにしようかな。なのでよいしょ。一応グルムキしましたけど、なんかもう下手くそすぎてなんか悲しいですね。で、よく見るイチボのステーキって多分こういった形、なんかこの楕円形というかこの横っぷるい感じだと思うんですけど、僕もこれに従おうかなと思います。ただね、イチボ繊維の入り方変わるんですよね。こちら側はこっちからこっちに入ってるし、逆にこちら側はこっちからこっちに入ってるんですよね。だからここでパツンと落とすと、こっちは繊維に沿ってる方向だし、こっちでパツンと落とすと逆に繊維を断ち切る方向になっちゃうんですけど、まあただそれも意図おかしということで今回こういう感じにカットしようかな。いやー難しいね。で、続いてサーロインですね。サーロイン、ここのとこの半透明なやつ、これ筋なんですよね。だから表現が合ってるか分かんないですけど、この皮下脂肪の下にがっつりと筋が入ってるので、これは取りたい。なんせ今回薄切りにするわけでも焼肉用でもなく、厚切りカットでレアカツにしますんで、なので全部グルムキ。よいしょ。よいしょ。で、ここまで来たらベリッと剥がして、よいしょ。でサーロインってここのグッと入ってるところにちょっと太い筋もあったりするので、ここをスーッと取って、多分これでいいんじゃないかな。ちょっとプロじゃないから分かんないんですけども、で今取り外したところもちょっと下手くそですけども、バチンと落として脂身を落として、んで筋のとこも外して、よっしゃ、ちっちゃいステーキ2つ取れた。これは僕のお夜食ですね。んでサーロイン、こういう風に繊維が入ってるので、よくスーパーで見るこういう風にカットしていくんですけど、ちょっとあまりにも大きすぎるので、僕はこういう風にカットしようかな。一応イチボとサーロインなんですけど、自分の調理技術のなさにもう泣きそう。一応こちらがサーロインの上腹っていうんかな、両端のこうペロンと剥がしたところ、あそこら辺のお肉がこちらで、表面上の脂とかなんか筋とかそこら辺を外して、でもう普通にお肉もついてきちゃったっていうところはもう全部牛すじ煮込みですね。いただいた命は余すことなく。情けない。ちょっと出直してきます。でも一応お肉の準備終了で、今回のパン粉は、はい、ドライパン粉に、はい、粉チーズ、
はい、パン粉完成。では最後にこちらのパン粉にくぐらせる前の、バッター液、このバッター液を作っていきますので、その材料たちをせーの。こちらから卵、お水、小麦粉は薄力粉ですね、今回は。で、今回の分量がこちらから卵8つ分 400cc400g。 ではまず卵を溶いて、でお水加えて、で薄力粉加えて、いい感じにドロッとなれば完成。はい、というわけで、はい、これで牛レアカツセットの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。画面いっぱいのピンクで、もう間もなく多分竹焼さんからお電話が来ると思うんですよね。お疲れ様です。お疲れ様です。谷崎です。お疲れ様です。いやー、今回本当にありがとうございました。いや、こちらこそです。ありがとうございます。そうなんですよね。もうお酒が大好きでして、割と平常運転ですよね。もう僕はもうお昼頃から泡盛とか飲むのはもう普通のことなので、いやでも本当竹焼さんの腰の低さというか、もう本当人間性素晴らしいですよね。ああいった男性になりたい。ではちょっとお肉が乾燥しそうですんで、ちょっといただきます前にちょっと乾燥防止のラップ。よし、ならばいただきます。4日間かけた料理を目の前にしたらもう、うお、語彙力死んだ。で、今回ちょっと帽子かぶりますね。髪の毛混入防止の帽子と、あと今日朝からバタバタしててお風呂入ってないんですよ。髪ペッタペタだし。でまだお酒が入ってない今のうちに。僕結構卓上揚げ物しますけど、僕今バッと行ってバッと帰ってくれば15秒で消火器持ってこれます。だから卓上で揚げ物ができたりするんですけど、結構油も跳ねますし、危ないっちゃ危ないので、しっかりと危機管理を持った上でお試しください。ただ前回のトイテンの時にちょっとご心配の声もいただきましたんで、ちょっと揚げてるところ見えづらくなりますけど、ちょこちょこと動かそうかな、こっちの方にね。じゃあまずあったかいうちにビーフシチューいきましょうか。柔らかさはこんな感じです。形を失う5秒前、今この形を保ってるのが不思議でしょうがないくらい柔らかい。これは飲み物ですね。ベビーコーン本日も異常なし。そして今回のデミグラスソースめちゃくちゃうまくいった。なんか前一生懸命やって小麦粉のブラウンルーチョコレート色までやってましたけど、全然くらいで問題なし。で僕が個人的に好きなのがマッシュポテト。このマッシュポテトをデミグラスにぐわっとくぐらして、そうこれもちろん湯がいたじゃがいも、蒸しじゃがいも、ふかし芋も美味しいですけど、僕このマッシュポテトが好きなんですよね。でブロッコリーは本日も異常なし。じゃあもうそろそろ牛レアカツ揚げていきましょうか。じゃあお塩、胡椒でまずはいちごで、反対側にもお塩で胡椒を振ってよーとなじませて、でこれから揚げていくんですけど、何回か試作を重ねた上で僕の好きな火の通り具合は200度から210度で2分でした。しっかりとお肉が常温に戻っていれば表面カリッカリ、中はレア。じゃあバッター液からのパン粉にくぐらせて、パン粉をパン粉で押し付けるような感覚でしっかりとつけて、はい、いってらっしゃい。で2分スタート。2分経ったら取り出して、もうこの音
でこの状態でもうちょっと置いておけば中までロゼ色というかなんかミディアムレアっぽい感じになるんですけど、僕はレアで食べたいので、はい、もうカッティング。一応断面はこんな感じですね。じゃあまずはシンプルにお塩で。柔らかっ。やっぱ赤身肉のビーフレアカツ最強だね。もう噛めば噛むほど滴る水分、ビーフジュースです。あ、やべ、これは無限だわ。そして僕はやっぱり再確認しました。僕はイチボが好きだ。もちろん脂身というかこの脂の甘さも美味しいですけど、イチボの持ってる赤身の美味しさがたまらんですね。でもってこんだけ分厚い塊もサクッと噛み切れる。さすがイチボ。これをちっちゃくカットする意味はないですね。ちなみにちょっと休ませるとこういう感じですね。ちょっとロゼっぽくなりましたね。お塩、そして刻みわさび、そしてこうなった。あー、やっぱうまっ。ちょっと待って、これマジ冗談抜きでこの牛カツが食べれるなら僕通う。そこのお店通う。これビール足りんじゃないかな。あー最高。じゃあ続きましてサーロイン。よいしょよいしょ。はい、ではいってらっしゃい。今回も200度で2分。この隙にビールでも飲みながら。じゃあ2分経ったら引き上げて、で一応色合いとしては、はい、こんな感じですね。個人的に最高です。ここからはナイフとフォークでいこう。いや、サーロインの牛カツめっちゃうまいんですが、すごい脂身ジュワジュワ。もうほんとジュースみたいで、ここに関してはもう佐賀牛のポテンシャルでしょうね。油はさらっとくどくないので、そんな脂っこいって感じもないし、変な油臭さもないし、ただ純粋に美味しい。ただサーロインとイチボどっちが好きかって言われたら僕はイチボかな。なんかより佐賀牛自体の味を感じると言いますか。んでもって前歯で噛み切れる。結構コストコなんかで買えるイチボって結構赤身してるんですけど、もうそれこそもも肉みたいなそんな感じだと思うんですけど、今回これだけのブランド牛ですとイチボはもう赤身ではないですね。霜降り肉です。よし、じゃあこの辺で、はい、からしを乗っけて、乗っけるからしの量は思うてる倍。でここにこっちはとんかつソース、こっちは泥ソース。待って、
油の乗りがすごすぎて、どんだけからしを乗っけても辛みが来ない。佐賀牛はからしに勝ちますね。じゃあ続いてドロソース。関西の風を感じる。やっぱドロソース美味しいですね。このスパイシーな感じがすごくいい。じゃあここから先はアラサー男子がただビフカツをむさばり食う食事シーンになりますので、ちょっと早送り。じゃあ一応今回の一番大きいブロックがこちらですね。はい、頭悪いサイズです。はい、いってらっしゃい。よいしょ。よし、じゃあそろそろいきますか。このいっちゃんでっこいやつを、うわー見て、綺麗なピンク。これを今回のドゥミグラスソースにぐわっとくぐらせて、優勝。あ、これは赤ワインだわ。最高だね。正直味で言うと僕の好みはお塩とわさびなんですけど、やっぱ思い入れ補正は自分の好みを超えますね。それ4日間かかったものを、思い入れがすごいんだって。でもさっき牛ほほ肉のビーフシチュー時にも思いましたけど、フォンドボーで作った方がより現代っぽいと言いますか、なんかより濃厚ですごくリッチな味わい。今度から僕フォンドボラー油じゃなくてフォンドボーで作ろうかな。これまでで一番美味しい。赤ワインとも相性バッチシ。最高。じゃあですね、もう今回こんだけせっかくのいいお肉ですので、もちろん牛レアカツも美味しかったんですけど、やっぱステーキでも食べたいなということで、こちらステーキにしていきましょうか。よいしょ。じゃあ先ほど外したこれはサーロインの油かな。ちょっとこれを渡らしてうっすらと油膜を張って、でいけお肉たち。中まで火を通すより焼き目をつけるような感覚で。では両面こんがりしてきたところで一度取り出して、で一度フライパンをきれいにして、で網置いてお肉並べて、あとは蓋して、あとは5分ぐらいかな。ちょっと蒸らします。中まで火を通すんじゃなく、中の真っ赤っかな部分に一肌程度の熱を加える感じ。よし、オッケー。じゃあこれで一応中までプルプルになりましたので、改めて牛脂をまとわせて、改めていってらっしゃい。すべての面をカリッとさせて、じゃあまずサーロイン。いい感じですね。やっぱこの色よ。よいしょ。じゃあお次がイチボ。断面はこんな感じですね。じゃあもうこちらはお塩で、今こちらにちょっとお酒が見えておりますが、竹焼様からいただきました。めちゃくちゃいい日本酒をいただきました。空き時間で合ってるこれの一貫作りですね。
普通に万超えるやつですね。ありがとうございます、ほんと翔さん。いただきます。飲みやすいけどふくよか、そして結構余韻が長い。うまっ。初めて飲んだけどこれめっちゃうまいですね。翔さんほんとありがとうございます。じゃあまずいちぼ。いやもう見たらわかるんよ、これは美味しいんよ。めちゃくちゃうまい。なんじゃこりゃ。やっぱいちぼのステーキって内側から染み出す水分量が半端じゃないですね。こちらのサーロインでいうとやっぱり細かいサシが入る分、噛めば噛むほど繊維と繊維の隙間から入りまくったサシの油分がブンなんですけど、やっぱりイチボとかこういった赤身肉のその油じゃなくて水分、牛ジュース、甲乙つけがたいですけど本当に美味しい。じゃあこっから先はアラサー男性がステーキを食べながら日本酒を飲んでただヘベレケになっていくだけの動画ですので、ラストのスパートの早送りでございますね。じゃあラストスパート。ごちそうさまでした。いやーうまかったね。今回ですね、竹脇翔さんとのリモートコラボということで、もう正直贅沢すぎることをしたかなとは思うんですけど、佐賀牛のポテンシャルをやっぱもうひしひしと感じますよね。何しても美味しい。ただ正直やっぱ思い入れ補正というのはすごいもので、一番美味しかったのはビーフシチューかなっていうところかな。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ではバイバイ。